芸術的な状態になってる。ようこそアスバロガレージクラブへ。今回もホンダトデイ AF61 の修理をやっていきたいと思います。今回はフロントリアのブレーキ分解清掃を行います。はじめにフロントブレーキから。ブレーキアームを固定しているボルトナットを緩めます。緩んだボルトナットを外したらブレーキアームを取り外します。ブレーキアームの隙間にドライバーを差し込んで固着を取ります。外れました。噛み合いのポイントがずれてしまいわちゃわちゃしています。噛み合いがあってブレーキアームが取れました。ここのポッチマークですね。アジャストプレート取れました。こちらはポッチありませんがギアの幅が広い場所があります。ここが合わせポイントです。スプリングを取ります。ブレーキシューを取り外します。取り付けの向きを覚えておきます。ブレーキカムを引き抜きます。状態は良さげです。フェルトを取ります。思ったより綺麗です。メーターワイヤーを抜きたいと思います。ワイヤー側の爪が引っかかってあるので押し込んで抜きます。ヒートガンで温めます。程よく温まったらドライバーを差し込んでグイって抜けませんでした。力を入れやすいように板を用意。もう一度温めて押し込んでみます。外れない。こういう時無理な深追いは禁止。ワイヤーは諦めてダストシールを外します。ドライバーを刺してグイって持ち上げます。取れました。メーターギアを取ります。ギアの破損の確認。ギアの山が削れていないか見ていきます。すり減っているとスピードメーターが正確に作動しません。問題なさそうです。古いブリスを拭き取っていきます。こちらのギアもブリスを取り除きます。パーツクリーナーで洗い流します。優しくゴシゴシやります。拭き取って完了。こんな感じ。綺麗になったね。ダストシールも洗っていきます。ダメージがなかったので再利用です。こんな感じ。古いブリスが落ちました。続いてメーターギア、こちらも洗浄です。拭き上げてギアの再確認。良いですね。
レーキカム洗浄。ブレーキシューの厚みを測定。使用限度は 1mm 以上。接着面を差し引いて 1mm 以上あります。さて、組み立てていきます。ブレーキ本体側に新しいグリスを持っていきます。メーカーのグリス指定はないのですが、樹脂部品にはどんなグリスが良いのかっていつも考えます。ギアを回してグリスをなじませます。メーターギアを取り付け、ギアを動かしてグリスをなじませます。優しく回します。ダストシール取り付け。ヒートガンで少し温めてダストシールを取り付けます。よし、入った。ベルトの取り付け。ブレーキカムにグリスとグリスをなじませます。スプリングとインジケーターを取り付けて、ブレーキアームを取り付けます。スプリングに引っ掛けながらギアに差し込みます。動きも良いです。あとはボルト、ナットで締め付け、完了。ブレーキシューを取り付け、カチャッと入れて完成です。動きも良いです。続いてメーターワイヤー本体です。ワイヤー本体を抜き取って古いグリスを拭き取ります。新たにグリスを投入。ワイヤーを戻していきます。途中でグリスをスプレーしながら戻します。ワイヤーにグリスがなじむよう出し入れしながらの作業です。程よくグリスが入ったと思います。続いてリアブレーキです。ホイールを外します。ナットは事前に緩めてあります。いやー、すごいですね、ダストが。芸術的な状態になってる。ブレーキシューを外します。汚れはありますが、シューの残量はありそうです。エンジン側汚れてますね。
イール側を洗浄。パーツクリーナーで洗い流します。きれいになりました。エンジン側、歯ブラシでゴシゴシ、パーツクリーナーでシューッと。拭き上げて、こんな感じ。ブレーキシューもパーツクリーナーで洗い流します。残量確認。接着分を除いても2ミリぐらいはありそうです。並べてみたってやつ。では組み立てます。ブレーキシューは取り付けてあった向きで戻します。ブレーキカムを入れてグリスをなじませます。フェルト取り付け、インジケーター取り付け、ギアの溝を合わせてブレーキアームを取り付け、ボルトで締め付けて、リターンスプリングをセット。グリスを塗布してブレーキシューを取り付けます。もう一度パーツクリーナーで洗浄。ホイールを仮取り付けして完成です。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。